空つなぎの塔。2つの世界。かつてエルドカナーンには空と地の2つの世界があった。人間が住む上層界アストラは空に浮遊する大陸と青色の光霜光が満ちる楽園。霜光は大地から生み出されるエネルギー。アストラではこの霜光を扱う高度な技術が確立されていた。人々は空に庭園を広げ、光を編んで神殿を作り豊かに暮らしていた。下層界を拠点とする巨人たちは空と地をつなぐ柱のような存在として資材を運び、霜光の流れを感じ取り、世界の均衡を保つ役目を担っていた。人間は文明を進化させ、巨人は文明を支える。両者は対等であり、そこには深い関係が築かれていた。その中心にあったのが空つなぎの塔。亀裂の始まり。繁栄は永遠には続かなかった。上層界の一部の人間たちはこの力を完全に掌握できれば世界はさらに発展できると考え始めた。彼らは空つなぎの塔の中枢に増幅炉を設け、地上から霜光を強制的に吸い上げる計画を進める。巨人たちは反対した。霜光は力ではなく均衡であり、奪いすぎれば世界そのものが崩れると知っていたからだ。だが人間たちはその警告を聞き入れなかった。そして決定的な亀裂が生まれる。人間と巨人の争い。最初は小さな衝突だった。巨人たちは増幅炉の稼働を止めようとし、人間たちはそれを進歩への妨害とみなした。やがて争いは拡大し、塔の内部とその周囲で戦いが起きる。巨人は塔を破壊しようとし、人間は塔を守ろうとした。だが皮肉にもその戦いこそが塔の制御を狂わせた。巨人が基部を揺るがし、人間が中枢の出力を引き上げて対抗した結果、霜光は臨界を超えた。光の崩落。上層界は自らを支えきれず崩壊した。霜光を帯びた浮遊大陸の破片は無数の光の塊となって地上へ降り注ぐ。人間の都市も巨人の拠点もその多くが一瞬で消し飛んだ。その時の衝突で地表には無数の穴がうなたれた。だが悲劇は終わらなかった。人間と巨人の決別。生き残った者たちは互いを責めた。人間は言った。巨人が塔を壊そうとしたせいだ。巨人は言った。人間が霜光を奪いすぎたせいだ。そして再び戦争が始まる。今度は生き残るための戦いだった。荒廃した大地で限られた資源をめぐり、両者は長く争い続けた。巨人は人間を均衡を壊す存在と恐れ、人間は巨人を制御不能な力として憎んだ。かつての競争は完全に失われた。広がる穴。その争いの中で空つなぎの塔は忘れられていく。放置された塔は徐々に崩れ、内部で抑えられていた霜光が解き放たれる。塔が崩れるたびに地上の穴は広がり深くなる。やがて彼らは気づく。このままでは世界そのものが消えると。戦争の終結。天気はある世界が裂けた日だった。ある日、巨大な穴が拡張し、人間と巨人両方の集落を飲み込んだ。敵も味方も関係なく全てが消えた。その光景を前にして彼らは初めて理解する。敵は互いではなかった。敵は崩れゆく世界そのものだった。そしてようやく彼らは過去の過ちに向き合う。争いが塔を壊し、塔の崩壊が世界を壊している。ならば力を合わせ塔を築き、世界をつなぎ直すしかない。塔の再生。再建には空の墜落によって生まれた霜光石が使われる。それはかつて争いの原因だった霜光そのものを安定させるための素材だった。巨人がそれを掘り出し、人間が精密に組み上げる。かつて戦場だった場所が今は再生に向けた競争の場へと変わっていた。霜光。
だが塔の上空には全ての始まりとなった増幅炉の残骸と暴走する装甲の核が残っている。それはまるで過去の過ちそのもの。もし再び同じ選択をすれば世界はまた崩れるだろう。空つなぎの塔。かつて互いを滅ぼそうとした者たちが今は同じ塔を支えている。それは単なる協力ではない。過去を背負ったままそれでも前に進むという意志だ。塔の頂にたどり着く者は追われる力を支配するのか、それとも力と共に生きるのか。空はまだ完全には戻っていない。それでも塔は再びゆっくり天へと向かい、つなぐ先を求めている。